もしもすべてが時価だったら、少し目を閉じて想像してみてください。この世界ではすべての価格がリアルタイム変動だった。コンビニに入ります。アイスを手に取ります。値札を見る。が、値札はない。そこには一言。時価。おにぎりも、パンも、コーヒーも、全部、時価。なんとなく怖い。レジに並びます。前に2人。みんな無言。ただ、時計と店員の様子をうかがっています。もうすぐ22時。私の会計になりました。店員が申し訳なさそうに言う。すいませんね。22時過ぎちゃったから深夜枠で時給が上がっちゃって。時価ってそういうことか。お会計は915円です。1分早かったら885円だったのに。すいません。後ろの客がボソボソ何かを言っています。ああ、またあのベテラン店員かよ。あいつ、時給高いんだよな。お弁当を買ってます。店員が言う。合計705円になります。隣のレジで全く同じお弁当を買っている人がいます。合計685円です。さっきのお客が言います。また俺の時は高いのかよ。それを尻目に安く買った人は悠々と帰っていきます。レジに並ぶときは運が必要です。だからコンビニの中で変な現象が見られます。先に並んでるのにお先へどうぞが多い。次にレジへ行く人はどっちのレジが早く開くのか気になって仕方ありません。ベテラン店員の方が開きそうです。すると大きい独り言で、ビール買うの忘れてたわ。いなくなりました。次のお客。やっば、母ちゃんのアイス忘れてたわ。次の客。さっきより腹減ってるな。弁当もう1個買おうっと。こうしてコンビニは儲かります。ただベテラン店員しかいない時間、お客の数が減ります。時給は高いのにお客が少なくなるという矛盾。逆に時給安い人しかいない時間、めちゃ混みます。時給低いのにめちゃ働かないといけない矛盾。だから早く時給上がるようすごく頑張ります。ある意味時価は良いのかもしれません。しかし価格が変わるのはそれだけではありません。為替、石油、冷暖房費、さまざまな要因で時価が決まります。冷暖房費だけ見れば春と秋はお買い得シーズン。為替、石油、
は政治に大きく影響されます。このリアルタイム変動の世界では、価格は常に揺れている。値札は存在しない。あるのはその瞬間の評価だけ。昨日の値段は意味を持たない。さっきの値段も保証にならない。固定価格という概念が消えている。それは安心が消えるということ。私たちはこれまで値札を信じて生活してきた。その数字は約束だった。明日も同じくらいだろうという暗黙の了解。しかしこの世界ではその了解が存在しない。価格は結果であって宣言ではない。商品そのものの価値ではなく、今この瞬間の環境の繁栄。人件費が上がれば上がる。光熱費が上がれば上がる。客が増えれば上がる。客が減れば下がる。しかし生活はどうだろう。予算という概念が曖昧になる。今月いくら使うか読めない。いつ買えば得かわからない。タイミングがすべてになる。そのため人は情報に敏感になる。天気を気にする。時間帯を気にする。店員の人数を気にする。客の列を気にする。小さな変化を見逃さなくなる。それは能力とも言える。だが同時に疲労でもある。何を買うにも判断が必要になる。ただ買うという行為が消える。すべてが選択になる。この世界では価格は数字ではなく決断の重さになる。そして価格が揺れるということは価値が揺れるということ。同じ商品でも状況が違えば評価が変わる。それは自然なことだ。しかし私たちは固定された数字にどれだけ守られていたのだろう。値札は約束だったのかもしれない。その保証が消えたとき、経済は合理的になる。だが心は不安定になる。価格が常に動く世界では立ち止まることができない。常に観察し、常に考え、常に迷う。それでも私たちは生きるために買わなければならない。決断しなければならない。押さなければならない。このリアルタイム変動の世界では生活は最適化される。しかし安心は最適化されない。このリアルタイム変動の世界ではコンビニだけでは終わらない。
スーパー文字化、家賃文字化、電車代文字化、タクシー文字化、雨の日は少し高い、晴れの日は少し安い、運動会シーズン、弁当は上がる、台風前、野菜は上がる、花粉の時期、マスクは静かに上がる、もう誰も驚かない、慣れてしまう。しかし問題は、少し大きな買い物だ。例えば、家電。例えば、引っ越し。例えば、車。人は突然、ニュースを見るようになる。普段は見ない経済欄を見る。原油価格を検索する。首相の会見を真剣に聞く。急に政治に詳しくなる。今は買い時じゃない。誰もが評論家になる。そして家電量販店。テレビの前で止まる。値札にはやはり一言。時価。店員が微笑む。お会計ボタンを押した瞬間で確定します。客は深呼吸する。少しの緊張が走る。隣の客が先に押す。安い。18万6500円。その客は少し誇らしげ。次の客が押す。高い。19万2000円。静かに肩を落とす。周囲がざわつく。この瞬間に何か世界であったのか。ここでも運が必要になる。しかし同時に、本当に運だろうか。情報を集めたものが少しだけ有利になる。タイミングを読めたものが少しだけ得をする。この世界では、勉強は点数ではなく価格差になる。知識は数円の差になる。そしてその数円が積み重なる。いつの間にか大きな差になる。それでも人はボタンを押す。なぜなら必要だからだ。そしてまた誰かがつぶやく。なんで俺の時だけ。そしてついに車を買う日が来ます。値札にはやはり一言。時価。彼は1ヶ月前から準備していました。ニュースを毎日見る。原油価格をチェックする。総理の発言をメモする。天気まで気にする。なぜか台風の進路も見る。もう評論家です。家族に宣言します。今日、会計ボタン、押す。すると、妻が言います。あなた、本当に今日押すの？ああ、決めた。今日は、今まで分析した結果、
何もない平凡な日のはずだ。一番安いはず。ショールームは静かです。空気が重い。営業マンがささやきます。お会計ボタンはこちらです。今日は良い日です。安定してます。巨大なモニターに現在の参考価格が表示されている。為替みたいに秒単位で数千円は変動の波がある。324万円。彼は深呼吸する。親指が震える。店内のテレビでニュース速報の音が鳴る。速報です。全員止まる。彼も止まる。〇〇国関税引き上げ発表。価格プラス9万5千円。彼固まる。営業マン目をそらす。彼は言う。くそー、1ヶ月準備してたのに。彼は少し待ちます。なぜなら今乗っている車が今日で車検切れ。5分経過。価格は上がったまま。30分、1時間、3時間。価格は変わらないまま。彼は諦めます。車検代よりは安いか。そしていよいよ会計ボタンを押しました。335万円です。予定より9万円多い。ため息をついた瞬間、店内のテレビでニュース速報の音が鳴る。ニュース速報です。〇〇国関税引き上げは誤報。繰り返します。関税引き上げは誤報でした。みるみる買った車の参考価格が下落しています。1分も経たないうちに買う予定の金額へ。2分後、なぜかまだ下がる。5分後、とうとう298万円まで下落。その時、さっき来た客が合計ボタンを押す。会計は297万8000円になります。安い。拍手が起きる。営業マンが言う。あの人すごいでしょ。プロの買い手なんですよ。ほら、今まで安く買った人のランキングあるでしょ。あの人、1位から8位まで独占してる車安く買うぞうさんですよ。100位まで87回も名前あるでしょ。買った車をすぐに売るんですよ。10万円ぐらいプラスして。あの人が買うぞうさんですか。こんな身近にいるなんて。買うぞうさんの本買って勉強してたのに。さすがプロだな。俺より37万2000円も安く買った。こんなことなら買うぞうさんから買えばよかったよ。妻が言う。また本買って勉強しよう。
そうだな。今日は本の相場どうだろう。しかし彼はここから失敗の連続が始まる。冷蔵庫、水道配管の修理費、妻の整形手術費、数々の価格を平均より多く払っていた。彼はノートに収支をまとめていた。あの車から228万円のマイナス。特に海外まで行った妻の整形費で損をした。カウゾーさんの本も12冊買った。その費用23,500円。そしてあの車から7年の月日が経った今日、妻の車を買う日が来た。彼は今までの損を一撃で取り返すべく高級車を買うと決めていた。その平均価格8,300万円。妻が言う。今日は頑張ってね。任せとけ。今日こそはあれだけ世界の流れを勉強したんだ。今日の海流と太陽フレアはバッチリだ。車のディーラーについて4時間待った。まだだ。そろそろ何か来るはずだ。そしていよいよその瞬間が。ピンポンピンポン。ニュース速報です。日本でレアアースの生産開始。繰り返します。日本でレアアースの生産開始です。よっしゃー。今だ。妻に言う。お前が会計ボタンを押せ。妻が言う。こんな高い車のボタン押せないわよ。そうか。お前が押さなきゃ。俺が押す。そして押した。お会計は7,980万円です。やったー。やったぞー。320万円も安く買ったぞ。俺、やりましたよ。カウゾーさん。妻が言う。よかったわね。7年も頑張ったもんね。こうして彼は7年の勉強の甲斐あって100万円弱のプラスになりました。でも妻はずっと思っていた。私、こんな車乗れない。オートマの免許しかないし。そう、妻は整形費のこと悪く思っていたから言い出せなかったのだ。そして価格はまた静かに動いていた。上がる、下がる、その繰り返し。数百円の差も数十万円の差も時には数百万円の差も。私たちはその揺れに一喜一憂する。少しでも安く、少しでも得を、少しでも勝ちたい。しかし本当にそれは勝ち負けなのだろうか。大きな差額も小さな差額も心を揺らすという点では同じかもしれない。
今日の差は確かに重い。だがその重さはずっと続くだろうか。それでも私たちは数字に安心を求める固定された価格に安定を感じていた。値札はただの数字ではなかった。大丈夫という印だったのかもしれない。しかしこの世界では大丈夫は存在しない。あるのはその瞬間の評価だけ。それは合理的だ。無駄がない。常に最適化されている。だが人間は最適化だけでは生きられない。少しの余白、少しの誤差、少しのまあいいか。それが心のクッションだった。価格が揺れるということは判断が増えるということ。判断が増えるということは疲れるということ。すべてが最適な世界はすべてが緊張している世界でもある。私たちは本当にそこまで正確さを求めているのだろうか。それとも少しの曖昧さに救われていたのだろうか。価格が常に変わる世界では得をする人もいる。損をする人もいる。だが本当はみんな少しずつ揺れているだけなのかもしれない。もしもすべてが時価だったら、あなたはどんな世界を想像しましたか？そしてあなたならどんなもしもになりますか？